人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、はじめにスキューバダイビング中に遭難する事象とは？スキューバダイビングは海洋の美しさを直接体験できる人気のアクティビティですが、潜水中には数々のリスクが伴います。これには迷子になる、強い潮流に巻き込まれる、機材の故障、気象条件の急変、体調の不良などが含まれます。ダイビングは他の水中活動と比べても深い場所で行うため、海面に容易に戻れない状況が発生し、緊急事態が命に直結するケースもあります。スキューバダイビング中に遭難する具体的な状況としては以下が代表的です。流される海の中では目に見えない潮流があり、特にリーフから沖に向かう離岸流などの強力な潮流に流されることで、ボートや陸地から遠ざかり、自力で戻れなくなることがあります。迷子になる視界の悪い場所で迷子になることがあります。特に浅瀬や洞窟ダイビング中、あるいは潮流の変化によって出発点やボートの位置を見失うことがあります。空気切れエアタンクの残量管理を誤ることで、予定外の場所で空気が切れることがあります。また、機材の故障や誤作動によって呼吸が困難になることもあります。潜水病減圧症急浮上や深い場所からの不適切な浮上によって減圧症に陥ることがあります。潜水病は迅速な治療が必要であり、誤った対処をすると命に関わることもあります。これらの事象はダイバーの経験や技術にかかわらず起こる可能性があります。そのため、遭難に備えた事前の準備と実際に遭難した場合の適切な対応が生死を分けることになります。2、スキューバダイビング中の遭難事例。事例1、タイプーケット島2004年、タイのプーケット島でダイビング中に津波が発生し、数多くのダイバーが遭難しました。特に津波が引き潮を伴って急速に海岸から沖に流されたため、多くのダイバーが沖に取り残されました。一部のダイバーは救助されましたが、多くは何時間も漂流した末に発見されました。この事例では突発的な自然災害のリスクが浮き彫りになりました。事例2、オーストラリアグレートバリアリーフ1998年、オーストラリアのグレートバリアリーフでダイビングツアーに参加していたアメリカ人の夫婦がボートに置き去りにされる事件が発生しました。ツアー終了後、彼らはボートに戻らず2日間にわたり漂流しました。最終的に救助されることなく命を落としましたが、この事件は観光業界に大きな衝撃を与え、ダイビングの安全管理の見直しが行われました。事例2、日本、沖縄県2015年、沖縄で洞窟ダイビングを行っていた2人のダイバーが強い潮流に巻き込まれて迷子になりました。彼らは洞窟内で迷い、出口を見つけられないまま空気が尽きかけました。幸いにも救助隊が出動し、24時間後に無事救出されましたが、このケースでは潮流の変化や洞窟内の複雑な地形が大きなリスクとなりました。3、生き延びた人々のエピソード。1、エピソード1、30代男性遭難期間1時間。30代の男性ダイバーがハワイでリーフダイビングをしていた際、強い離岸流に流されました。彼は冷静に対応し、潮流に逆らわずに流されながら浮力を確保しました。彼の冷静な行動が功を奏し、約1時間後にボートにより救助されました。
この事例は潮流に巻き込まれた場合の正しい対処方法を示しています。2、エピソード2、20代女性遭難期間2時間。20代の女性がカリフォルニア沖でダイビング中にボートを見失い、沖に流されました。彼女はボートに戻ろうとしましたが、強い潮流に逆らうことができず、漂流することになりました。彼女は浮力ベストを使って体力を温存し、最終的に2時間後にボートが彼女を発見しました。冷静に浮力を確保し、パニックに陥らなかったことが生還の決め手でした。3、エピソード3、40代男性遭難期間4時間。40代の男性がインドネシアでダイビングをしていた際に機材の故障が発生しました。彼は予備のオクトパスレギュレーターを使用して呼吸を確保し、海面で漂いながら救助を待ちました。4時間後に通りかかった船によって救出されました。この事例では予備の機材を正しく使用する技術が生還につながりました。4、エピソード4、50代女性遭難期間8時間。50代の女性ダイバーがフィリピンでダイビング中に流され、最終的に8時間漂流しました。彼女は波が高くなり始め、ボートが見えなくなったため、体力を温存して救助を待ちました。最終的には別のダイビンググループのボートが彼女を発見し、無事に救助されました。5、エピソード5、30代カップル遭難期間12時間。30代のカップルがインド洋でのボートダイビング中に潮流に流され、ボートから離れてしまいました。彼らは互いに励まし合いながら浮力ベストを使用し、12時間漂流した後、近くを通りかかった漁船に救助されました。この事例ではパートナーとの協力と浮力確保が重要なポイントとなりました。6、エピソード6、40代男性遭難期間24時間。40代の男性がカリブ海でダイビング中に天候の急変によってボートと連絡が取れなくなり、24時間漂流しました。彼は波の動きを利用して浮力を確保し、体温を持ちながら夜を過ごしました。翌日、救助隊が彼を発見し、無事に救出されました。7、エピソード7、50代男性遭難期間36時間。50代の男性がパラオでダイビングをしていた際に、機材の故障で深海から浮上できなくなり、最終的に36時間漂流しました。彼は漂流中に体温を維持し、波に逆らわずに浮力を確保することで生き延びました。救助隊に発見された際、体力を温存していたことが生還の決め手となりました。4、スキューバダイビング中の遭難を克服する技術と方法。1、潮流に逆らわない。潮流に巻き込まれた場合、潮流に逆らって泳ぐことは体力を消耗するだけです。潮流に対して横に泳ぐか、浮かんでいることで無駄なエネルギーを使わずに救助を待つことができます。エピソード1やエピソード2の事例が示すように、冷静な対応が重要です。2、浮力の確保。スキューバダイ。2、浮力の確保。スキューバダイビング中に遭難した際、最も重要なのは浮力を確保し、体力を節約することです。浮力ジャケット BCD を適切に使用することで水面に浮かび続けることができます。エピソード2やエピソード5のように、体力を消耗しないように漂流しながら救助を待つことが生存の鍵です。特に長時間の漂流ではパニックにならず、浮力を維持することで安全に救助を待つことができます。3、予備の呼吸機材の使用。ダイビング中に機材の故障が発生することがあります。その場合、予備のオクトパスレギュレーター予備の呼吸機材を正しく使うことで呼吸を確保し続けることが重要です。エピソード3の男性が言ったように、機材のトラブルが発生しても冷静に対応し、予備の機材を使用して水中でも安全を確保することができます。4、視認性を高めるためのシグナル装備。漂流中は他のボートや救助隊に自分の位置を知らせることが生還の鍵となります。サバイバルシグナル用のホイッスルやライト、シグナルミラー、発煙筒などの装備を持っておくことで、視覚的及び音による救助信号を送ることができます。
エピソード6のように夜間や視界が悪い状況でも視認性を高めることで救助の可能性が高まります。5. 浮上時の減圧と安全停止の重要性。減圧症潜水病は急速な浮上によって体内に蓄積された窒素がガスとなり、血管や組織に影響を与えることで発症します。急な浮上は避け、浮上時には必ず安全停止を行い、体を減圧させることが必要です。エピソード4のように長時間水中にいた場合、浮上の際には特に注意が必要です。6. 救助信号の発信。救助隊やボートが見えなくなった場合は無理に泳ぐのではなく、救助信号を発信しながら漂流することが効果的です。特に海面でのシグナルの視認性を高めるためにシグナルフロートや旗、円、鏡などの反射素材を使用することが効果的です。エピソード5のカップルのように救助を待つ間、信号を継続的に発信することが重要です。7. 体温の保持。海上で漂流する場合、特に夜間や天候の悪化時に体温を維持することが難しくなります。低体温症にかからないようにウェットスーツやドライスーツをしっかりと着用し、体温を逃がさないようにしましょう。エピソード6やエピソード7では体温の保持が生還の鍵となりました。体を小さく丸めることで熱を失わないように工夫することが有効です。8. エアの消費管理。ダイビング中に遭難する原因の一つにエアタンクの残量不足があります。常に残りのエアの量を確認し、エア切れを起こさないようにすることが重要です。また、エアを節約するためにできるだけ深く呼吸をし、無駄な動きを避けることがエアの消費を抑えるポイントです。特に複雑な状況下でのエアの管理は生存に直結します。9. 救助のための待機行動。漂流中に無理に泳ごうとせず、体力を温存して救助を待つことが重要です。救助の可能性がある場合は、むやみに泳がず、救助隊が見つけやすい場所でシグナルを発信しながら待機することが最善の方法です。エピソード3やエピソード4では、無理な行動を取らずに待機したことで救助されました。10. 安全ダイビング計画の立案。ダイビング前には、事前に天候や潮流の状況を確認し、安全なダイビング計画を立てることが重要です。事前にダイビングエリアのリサーチを行い、ボートとの連絡手段や予備のシグナル装備を確認しておくことが遭難を防ぐ一つの手段です。特に複雑な地形や天候が不安定な地域でのダイビングでは事前の準備が必要です。11. パートナーとの協力。ダイビング中に遭難した場合、パートナーとの協力が重要です。互いに励まし合いながら冷静な対応を取ることでパニックに陥ることを防ぎます。エピソード5のカップルのようにパートナーとの連携は生還の可能性を高める要素です。常にバディシステムを守り、お互いに確認し合うことで安全性が向上します。5. ユニークな提案。1. 緊急時のポータブル無線ビーコン。ポータブル無線ビーコン PLB を携帯することで、遭難時に自分の位置を即座に救助隊に知らせることができます。このデバイスは衛星通信を利用して位置情報をリアルタイムで送信するため、海上や遠隔地でも迅速に救助を要請できます。2. 水中用 LED フラッシュライト。水中で視認性を高めるために発光する LED フラッシュライトを携帯することを推奨します。特に夜間や視界が悪い時に自分の存在を他のダイバーやボートに知らせることができ、救助が早まる可能性があります。また、緊急時に使える防水タイプのライトを持ち歩くことで安全性が向上します。3. ソーラー充電式シグナルデバイス。漂流中に使用できるソーラー充電式のシグナルデバイスを持参することで、長時間の遭難時でもシグナルを送り続けることが可能になります。これにより、救助隊に自分の位置を知らせ続け、救助を促すことができます。電池の消耗を気にせずに使用できるため、長期間のサバイバルに適しています。6. 励ましと具体的なアドバイス。
スキューバダイビング中に遭難することは非常に恐ろしい経験です。しかし、最も大切なことは冷静さを保つことです。パニックにならずに、まず浮力を確保し、体力を温存して救助を待つことが生存への第一歩です。また、常に自分の状況を冷静に把握し、可能な限りシグナルを送り続けることが重要です。救助は必ず来るという信念を持ち、自分の力を信じてください。どんな状況でも正しい行動をとれば生還の可能性は高まります。経験豊富なダイバーでも遭難は起こりうるものです。だからこそ冷静に対処し、自分の知識と技術を信じて行動し続けましょう。海の中でもあなたには生き延びる力があります。冷静に強く、救助は必ず来ます。ダイビングのリスクは避けられませんが、知識と準備、そして冷静な判断力があれば、どんな困難な状況でも乗り越えることができます。最終的には自分を信じることが最も重要です。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄にお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。